国内外から多くの観光客が訪れ、世界で最も住みやすい25の都市に選出された福岡。その他にも野球、サッカーをはじめ地元に根付いているさまざまな競技のクラブチームがあり、日本を代表し世界で成績を残す選手を多数輩出。そう、スポーツ立県福岡でもあるのです。選手が育つのは自然発生ではなく、福岡県ならではの育成プログラムがあるから。2004年に福岡県が日本で初めてスタートさせた福岡県タレント発掘事業。小学5年生から中学3年生までの運動神経に優れた金の卵を発掘、世界に羽ばたくアスリートに育成するプログラムです。福岡県内のいろんなところにいる子どもたちの可能性をなんとかそのスポーツで世界につなげてあげたいなと思ったのが、この取り組みをスタートしようと思ったきっかけでした。これまでの卒業生はおよそ500人、全国大会の優勝者は200人以上、国際大会への出場選手は400人以上。パリ2024オリンピックにはフェンシング、自転車、陸上競技、7人制ラグビー、ハンドボールの5競技に8人の卒業生が出場。日本を代表するアスリートの育成に成功しているのだ。タレント発掘事業に取り組み始めた当初もですね、タレントっていうと芸能人でも見つけるのかっていう話がよく出たんですけど、タレントってもともと才能があるけれども未完成のっていう意味なんですよ。ですのでスポーツにおけるタレントっていうと、スポーツの国際ステージで成功を収める可能性がある人材を見つけるというのがタレントっていう意味になります。福岡県タレント発掘事業の目的は、自己の能力に気づいていない子どもたちを見つけ、育て、生かすこと。身体能力の高い子どもたちに適した競技を提案し、トップアスリートの育成につなげていく。オリンピックに出場したハンドボール男子ベイクアダム勇樹選手の場合は、ソフトボールからハンドボールに変えたんですけども、中学校に上がるタイミングで、当時野球がちょうど五輪種目から外れたりとかっていうタイミングだったので、僕の中では一番はオリンピックに出たいっていうのが本当その時からの目標だったので、他の種目にシフトするのは一つ可能性を広げるためにもありだなっていうのは思ってたので、間違いなく僕がオリンピックに出れたのはタレント発掘事業があったからだなと思っているので、もう本当に感謝しかないですし、そこに入ったことが一番の分岐点だったんだろうなと思います。当時の担当者は、確かキャッチャーをしていたというふうに聞いておりましたので、ボール投げの経験は高かったようです。で、非常にハンドボール競技の競技団体の方々からは高い評価をその時に得ています。将来的には日本代表を目指せるという評価が競技団体からも出ておりましたので、タレント発掘事業そのものはやはり世界で活躍できるトップアスリートを導き育てていく。今は選択肢が広がる時代というか、チェンジしていい時代になってきてますよね。どのようにして金の卵を見つけていくのか。まずは選考会。一次選考はですね、小学4年生から中学1年生を対象にしておりますけれども、学校で必ず行います身体力テスト、学校で測ったデータでエントリーすることもできますし、こちらが県内いろんな場所で測定会を実施しますけれども、そのデータを個人でこちらの方にエントリーすることもできますし、学校単位で丸ごとエントリーすることもできます。その後選ばれた方に今度は二次選考会ということで、ちょっと専門的な測定を実施します。でその後はさらに専門的な測定を行います。でそこから選ばれた方のみが次の年の受講生として活動ができるということになります。
2023年度は県内から159人が選抜。開校式が行われ、本格的なプログラムがスタートです。世界で活躍したいっていう目標があります。続いては潜在する力を引き出す能力開発知的プログラム。県内の競技団体のコーチにそれぞれの競技を通して能力を高めてもらうっていうもの、なかなか学校では味わえない、フェンシングであったりとかホッケーであったりというのもありますし、学校でも経験するようなバスケットボールであったりとかバレーボールであったりとか、そういったものも経験していくことになります。それぞれの競技特性によって得られる能力っていうものがそれぞれ異なりますので、その競技を通して体を上手に動かす能力であったりっていうのを身につけさせるっていう狙いがあります。体験する競技は1年間で20種類ほど。さまざまな競技を体験することでアスリートとしての潜在能力を引き出します。あと知的なプログラムというところで、将来トップアスリートになるために必要な知識であったり、日本を代表する選手としてですね、人間力も身につけてもらう必要がありますので、例えばオリンピズムの考え方を学んだり、アンチドーピングのことを学んだりですね、食育にはかなり力を入れておりまして、そういったプログラムを実施しております。当時のことをレイク・アダム・ユーキ選手に聞いてみると、学校の中では一番っていうのは当たり前っちゃ当たり前だったんで、井の中の蛙じゃないですけど、やっぱ小さい世界でしか自分の立ち位置っていうのは分からなかったんですけど、いざ県から集まってくるってなった時に、身長も僕結構大きかったんですけど、自分より小さいけど足速い人がいたりとか、結構ジャンプ力あるなみたいな人がいたりっていうのはすごく新鮮でしたし、やっぱすごいなって思うのはありました。潜在能力を引き出した後は、それぞれに合う競技を探すパスウェイプログラムに進みます。自分に合った競技を選んでいく、競技適性を見ていくっていうふうなプログラムになります。毎年測定をしている体力テストから、適合度を算出するっていう方法と、小学6年生、それから中学2年生、それから中学3年生の時に競技団体の方に評価をもらってですね、我々事務局員と三者面談を実施します。育成環境がどこにあるよとかいう環境的なものも合わせてですね、提示をしまして、将来はあなた日本代表になれますとかですね、それぞれ評価をもらいますので、その評価をもとに高校からはこの競技で頑張っていきますっていうふうな最終競技を選択するっていうふうな流れになっています。重量挙げをしていた選手が瞬発力を見出されフェンシングに、陸上競技をしていた選手が床を蹴る力を見出され重量挙げの選手になることも。3期生の福島志保美選手の場合は、でその時は私結構小学校の中でも足が速い方だったんですけど、それもあってか私は陸上でオリンピックに出たいっていうのはずっとありました。もともと陸上競技やバドミントンをしていた福島選手、福岡県タレント発掘事業でフェンシングへ転向しオリンピックへ。当時を知る指導者はこう感じたそう。ものすごい瞬発力とバネを持っていましたし、さらにそれに磨きをかけてますから、高校からスムーズにフェンシングという競技につながることができた結果、3年間しかやっていない中で、インターハイで3年生の時に彼女は優勝していますから、例えば、野球のピッチャーがやり投げにコンバートしたりとか、適材適所にはめてあげれば、アルプススタンドで応援をしている選手の中にも実はオリンピアンが眠ってるんじゃないのかっていう。陸上は私中学3年生の全中に行けなくて、陸上で世界を目指すのは厳しいなって思ったんですよ、その時。でそこでいろんな種目を体験して、でフェンシングの体験に開成高校に一度行ったんですけど、顧問の先生がすごく私を高く評価していただいて、強く誘っていただいたんですよ。いやもう私はタレント発掘事業でフェンシングに出会っても人生がすごく変わったと思ってるんで、もう本当に運命だなって感じです。
一方で他の競技への転向はしなかったものの、福岡県タレント発掘事業での経験によって才能が大きく開花し、オリンピック出場を果たしたのが女子ラグビー梶木真凛選手。自分は4歳の頃からラグビーをしていたんですけど、自分に合った競技を見つけるためにこう行ったんですけど、自分の場合はいろんなそのフェンシングだったりサッカーとかいろんな競技をした上で、今までやってきた競技の方を自分の場合は取っちゃいました。例えばサッカーでボールを見ながら周りを見ながら声かけてやるとか、レスリングの相手のどう足を取ったらベンチに倒れるとか、そういう部分は競技の中で学べたことかなっていうのがあります。タレント発掘事業は日誌っていう日記みたいな毎日書いていくんですけど、で提出するっていうのがあって、それはやっぱり見返して何すればいいか分かるので、今でも日記を書くことができる。いろんなことに意欲的に取り組むだったり、そういう方法だったりアプローチの仕方を中学生の頃に学べたっていうのは、とても自分の今もなんか大きいかなって思います。さらにはこういうケースも。私自身が、タレント発掘事業の、4期生ということで、実際に小学4年生から、中学3年生まで、このタレント発掘事業を、受講させていただいて、今は、逆に教える立場ということで講師として、参加させていただいています。そのタレント発掘事業っていうのが、人生の転換期だと思ったので、何かこう恩返しじゃないですけど何かできないかなということで、講師の依頼があった時にぜひということで受けさせていただきました。また世界とも戦える、アスリートであったりとか、それだけじゃなくても世界をこう指導していく指導者であったりとかっていうのも、生まれてくると、ありがたいなというか嬉しいなと思います。実際にパリ2024オリンピックでは、福岡県タレント発掘事業の卒業生がアスリートを支えるサポートスタッフとして参加。さまざまなシーンで日本のスポーツ界に貢献しているんです。2004年に福岡県が日本で初めてスタートした福岡県タレント発掘事業。その評価は。これまでそのスポーツ政策、国のスポーツ政策の中でタレント発掘っていう言葉が出てきてないんですよ。でそれが明確に施策名として位置づけられたと。でそれがさらにはアスリートパスウェイっていう発展された概念に、昇格していってスポーツ政策の柱の一つになったっていうところですね。そこは大きな功績だと。僕が持っているデータでは福岡県のタレント発掘事業で種目転向して、本格的なスポーツを変えた子どもたちのインターハイ出場率は 80%。こんな確率で全国レベルの水準に到達するっていうのはなかなかないと思いますね。これで日本のスポーツ変わるなっていうそういう感覚はありました。世界で活躍できるそういう人材を見つけて育てていく仕組みを福岡県が持ってるっていうところは非常に大きな財産だというふうに思います。福岡県タレント発掘事業の功績を数字で見てみると、国際大会に出場した日本代表は64人、獲得メダル数は127個、国際大会でのメダル奪取率は 19.8%。 才能を見つけ、育て、生かす。福岡県独自のプログラムは着実に成績を残しているんです。福岡からスタートし、今では国内のあらゆる自治体や団体が参考にするほどに成長した福岡県タレント発掘事業。これからの展望は。福岡でスタートした事業が日本全国に広まりました。で、私は仕事上海外の競技団体の人とかオリンピック委員会の人とかと接する機会もたくさんあるんですけど、自分の国のある一定競技を強くしようという思いはものすごく強くあるんですが、そのためにベースとなるその子どもたちの体力とか能力を高めるとか、そういったところまではまだ手が回ってない国がたくさんあるんですね。そういった国々と一緒になって一緒に競い合って、お互いにオリンピックの舞台でメダルをかけて勝負をする、そういったシーンができてくるといいなというふうに思いますから、どんどんこういったプログラムは
日本の中だけで収めておくんではなくて、福岡は特にアジアとかオセアニア地域に近いですから、そういった国々の方々にも提供しつつ一緒に育てようよっていう思いがですねシェアできるようになると、もっともっと福岡の子どもたちのためにもその国の子どもたちのためにもなるなというふうに思っていて、そういうことができるようになると嬉しいですね。